家の大きなテーマが家族のプライベートを守りながら外といかにつながれるかっていうところではあるんですけど、もう一つのテーマが家の中にいる家族間がどこまでつながれるかっていうところを意識しています。スムデザイン代表の松本英二です。この家は家族をプライバシーから守りながらいかに外部とつないで自然豊かに窓から見える景色とかを邪魔せずにプライバシーを守れるかっていうところを追求した家になります。敷地面積が46坪、建物の面積が延床面積で36坪の家になっています。かなりの狭小地にはなるんですけれども、中庭だったりベランダだったりっていうところを利用して延床面積、建築面積っていうのをなるべく稼ぎながら建築的な工夫をして家を建てています。やはり外観っていうのは流行りとかデザインの流れっていうものがあるので、自分たちが好きなデザインで老後になっても妻と2人になっても飽きないようなシンプルな家のデザインにしています。家自体コストを下げるために扉っていうのを極力減らしていて、そこで今回シューズクロークも扉はなしにして、で玄関ホール抜けていくような形で扉を全てなくしているので、すごくシンプルに使いやすく結果的にはなったんじゃないかなと思います。玄関を入ってすぐ左には子供部屋で、子供部屋を通らないと寝室に行けないという間取りにしています。子供からするとすごく嫌なことかもしれないんですけれども、やはり大きくなっていく上でもコミュニケーションをとっていきたいという思いから寝室の横に子供部屋を設けています。うちは猫を飼っているので、やはり閉じ込めてどこかに行き止まりにさせたくないっていうところもあって、猫がいつもいる寝室のスペースから好みの場所までくぐり戸をつけて全て一体で歩けるようにしています。トイレはやはり子供が2人っていうこともあって、1人が上が女の子なので、僕たち男子が気を使わないでいいように上と下と1つずつ設けています。狭小地になるので、中庭を一つ作るっていうのは絶対に考えていて、お庭が取れない分プライバシーを守りながら子どもたちを安全に遊ばせるための中庭っていうのをずっと考えていて、でそれを玄関のアプローチと今回は合わせて作っています。なのでウェルカム中庭みたいな形で、来た方がちょっと休憩されてもいいし、コンセプトとしては近所の方が子どもたちとかが寄ってきて遊んだりしてもいいという中庭にしています。階段も中庭の窓に全て面して設けていて、とにかく僕たちが普段動く動線っていうのは日の光にあふれていて明るくてという空間の動線にしているので、階段を上がっている途中も外とつながっていて空が見えたりポイントにして階段の配置にはすごくこだわっています。この家は、狭小地になるので2階リビングという選択をしています。空間の色味自体は、妻が緑が好きっていうのと、海外風のインテリアが好きっていうところで、ちょっとグレージュの壁紙で全てコーディネートしています。で、アースカラーっていうものを取り入れているので、そこにワンポイント木を入れて、で床を僕が全面タイル調のダイケンさんのハピアスクエアっていうフローリングを採用したことによって、壁をグレージュの無機質なものにするとすごくスタイリッシュでホテルライクになりすぎてしまうっていう空間が出来上がってしまうので、彼女が好きな自然というところに空間を持っていくために、この木目のウッドテックさんっていうメーカーなんですけれどもザ・ウォールというウォールナットを採用して、自然に包まれているような落ち着く空間っていうのをコーディネートしています。照明計画は、使うシーンだったり使う人だったりによって明るさだったり必要な照度っていうのは全然違うと思うので、その人が使うであろう場所に光のたまりっていうのを作るように計画していて、それがソファーの上だったりダイニングの上だったりキッチンの上だったり、その時のシーンに合わせて照明を選べるようにしています。2階リビングにはもう扉も何もなくシームレスにつながっていく
空間になっていて、でそこから南向きのバルコニーですね。空と山がすごく景色がいいので、そこに向けていかに視線を伸ばしていくかっていうところで、木目の天井だったりキッチンの配置方向だったりっていうのをすごくこだわりました。キッチンのスタイルをデュエというこの2の字型を選んだ理由は、どうしてもキッチンを中心に家族で集まって料理をしたかったっていう思いがすごくあります。でダイニングを離してしまうと、そこに無駄な空間が生まれてしまって、やっぱり物を置いてしまったり埃が溜まったりっていう原因になるので、もうダイニングはひっつけてしまって、調理をしている人の周りに人が集まって、気づいたらみんなで調理をしている、で会話がそこで生まれていくっていうようなキッチンにしています。キッチンをキッチンハウスさんで依頼するときに、2の字型で本当は後ろのコンロだけで、調理の部分だけでやめようかっていう話が出たんですけど、せっかくのやっぱり長方形の間取りっていうのもあって、せっかくならベランダの方まで視線を伸ばしたいっていう妻との思いから、キッチンのカップボードとデスクを組み合わせて約7メートルぐらいのカップボードとキッチンという作りにしています。なるべく空間に生活感っていうのを出したくないので、冷蔵庫だったり冷凍庫だったり食品のストックだったりっていうものはキッチン横にパントリーを設けて、そこに全て直すようにしています。最初は使いにくいかなと思ったんですけど、キッチンに立つ時に一度冷蔵庫から全て食材を持ってくるので、妻的にはそんなに苦ではないなというところだそうです。家はシンプルにおしゃれに暮らしていても、家事が増えてしまってはすごく意味がないので、僕と妻と家事をする人がいかに家事の負担を減らせるかっていうところで、水回りはすごくシンプルに、洗濯であれば洗って干して直してっていうのが基本的には5歩以内っていうところで設計をしています。で子どもたちが外から帰ってきて手洗いをするっていう動線も距離を作らないように、全ての距離を近づけて水回りは設計しています。基本的にキッチンは妻がとことんこだわるっていう約束だったので、僕はお風呂にとことんこだわるっていう約束を建築前から一緒にしていて、なので僕は肩湯をして、今は子供がちっちゃいのでなかなかゆっくり浸かる時間ないんですけど、子供が大きくなって、肩湯をしてゆっくりお風呂に入れるだったり、あとは朝のどうしても子供がいると時間がなくてバタバタしている中シャワーを浴びたりする時には、やっぱりオーバーヘッドシャワーはすごく便利で、冬でもあったかいので自宅では絶対採用しようと思って今回採用しています。ファミリークロークはやっぱり2階リビングっていうところもあるのと、動線をいかに短くするかっていうところで、洗濯したものをそのまま干して、そこからみんながそこに取りに行くっていう集中的な管理という意味でもファミリークロークを採用しています。この家で採用してよかったのは、一番はやっぱり2階リビングじゃないかなと思います。皆さん上り下りがきついとかっていう理由で、せっかく景色がいいのに1階にリビングを置いて、2階の洋室だったり階段のホールの方が景色がいいなんて家もよく見受けられるんですけれども、思い切って2階リビングにした僕としては、階段の上り下りそんなにきつくないですし、やっぱり誰からも視線を感じることなく、ゆっくり家族で過ごしながら空が見えたり景色が見えたりっていうことができるので、僕は2階リビングを採用してすごく良かったなと思っています。高気密高断熱っていう家の中でも、風の抜けだったり窓を開けることももちろん前提にしていて過ごしましょうっていう家も結構多いんですけれども、せっかく窓をつけるのであればやっぱり外の風を入れて、その風が抜けていくっていうところは中庭の風の上昇だったりっていうのを計算して、じゃあどこに窓をつけたらいいのか、どうしたら風が抜けるのかっていうのは自分の頭の中で考えながらこの間取りに関しては作っています。